こんにちは。アニメ紳士です。今回は有機爆発バーンブレイバーン第4話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。ブレイバーン怒ってるな。やった。こういう展開だと群馬とかが最高の疎開先なのか。ザクみたいのがいた。急に真面目なアニメぶるのやめて。ブレイバーンさんも真面目に怒ってる様子。わざとブレイバーンが勇みを追い込むために故郷を落としたように感じられる。東京がこんな火の海になったら仕事行かなくてもいいかな。なんかシリアスになってきたぞ。状況は依然としてシリアスなんだよな。ストーリー自体は真面目だな。どうして30分だけなのよ。今日は変態度が足りなかったな。濃厚なホモロボアニメなんて新境地を開拓しやがって。褒め言葉。最初の目的地に選ばれたのがある意味不幸だったかもな。最初だから都市壊滅の衝撃も一番でかい。今日は戦闘なしか。次回壮絶になりそう。やっとシリアスな雰囲気になってきた。今季ホモアニメ多すぎだろ。真面目なロボアニメになっとるやん。これでもこのエンディングなのか。今回女の子の出番多くて嬉しかった。シリアスになってきていいね。最後までコメディじゃしまらない。急に寒暖差すげえな。ルルが名前だってやっぱ適当こいてやがっただろあいつ。サブタイがおまゆじゃなかったのが今週の予想外。ルル赤ん坊やん。かわいいな。後半シリアスだったな。シリアスの方が好きだわ。拷問キャンセルされててくさ。ルルが可愛いだけの回だった。むしろようやく話が動いたって感じじゃね。ルルパンチ、勇は死ぬ。ルルさんのいろいろ髪型かわいい。ギャグやってたらちょっと良い話になって、その後東京燃えて、シリアスになってからのエンディング、温度差ひどすぎる。まあためかいでしょ。ルルちゃんが可愛いので満足。今回真面目成分多めで泣けるとこもあってよい。予告でサブタイトル見た時はお前が言うなと思ったけど、ブレイバーン意外と気遣いちゃんとできるのか。なんか熱くなってきたな。ネタアニメじゃなくてロボアニメが見たいから、シリアスになってくれるのは歓迎だわ。ブレイバーンのせいでギャグになってるだけで、基本はシリアスなんだよな。都心は壊滅でも西部や千葉や神奈川は生きてるんじゃないかな。いい話だと思ったのにこれは辛い。この調子だと他の国も蹂躙された焼け野原にデスドライブスの幹武器が控えてるだけの絶望展開が待ってるってことになるな。ブレイバーンの半分ギャグなキャラつけないとクソ重いぞ。離乳食でカツカレーってそんなやばいん？ダメだよ。カレーは油分が多いから消化液、水液の分泌が足りないと吐くよ。病み上がりとか。勇はマジでヒロイックなスーツが全然似合わないな。顔が地味なのとガチムチマッチョだから、アニメ的イケメンスーツは向いてないか。しかし東京を火の海にしてるが、デスドライブスの目的からして戦闘力があるとこばかり襲うってもんじゃないのか。今回普通に街並み残ってる場所があったから騙されたな。東京が壊滅とか見えや響きなくよ。今回は脇役キャラが良かった。勇とスミスは思った以上にこじれていた。なんとか仲直りさせようとするブレイバーン。スミスなのか。シリアス入ったけどこっからまたコメディ戻るんかな。それともこのままなのかな。ブレイバーンさんのせいで分かりづらいけど、状況的には1話からずっと絶望的でシリアスだよ。そもそも1話から別にコメディではないんだ。ブレイバーンの言動でそんな感じに見えるけど、みんな終始真面目にやってるんだ。ブレイバーンは軍のレーダーにも干渉できるし、日本の映像も実はブレイバーンの見せてる偽映像なんじゃ。にワンちゃんかけたいが厳しそう。朝日と共にだからしょうがない。夕日がダメなわけじゃないからな。可愛い以外の人類絶滅か。ブレイバーンくらいしか敵の中ボスっぽいロボを倒せないもんな。響ちゃんにも専用のロボ与えてやって、あんなん死ぬやろ。響の過呼吸っぽい演技がリアルでやばかったな。放送中におもちゃとかプラモとか触りたいな。放送中にすぐ出せるグッズってアクスタくらいしか思いつかん。抱き枕くらいならすぐ出せるだろう。はよ出せ。勇の抱き枕とか誰得だよ。私が大徳だ。
あなた用だと何メートル級になるんすか？モブ機体も両デザイン多いし、プラも出てほしいね。ストラグルライノスが結構かっこいいなって思ったんだが、あっさり真っ二つになってやられちゃったの。切なかった。先行カットのイサミの笑顔が過去の回想とかじゃなくてよかったな。ずっとイサ逆で辛いままだとさすがにくどいし、しかし尋問シーンのルルは転がってたからのポリタンクの水を全部飲んだのか。イサミが現実で称えられててよかった。でもあの人たちフラグ立てまくりでしんどい。スミスへの反発心からだけど、イサミとブレイバーンがちゃんとした相棒みたいになってて笑うわ。こっから普通に熱いアニメになっていくと思うわ。ベルにボブおじさんお手上げなの笑った。でもイサミかわいそう。話が通じないふりをしてるようにも見えない相手じゃ。まあ尋問のやりがいもないわな。ため会だからな。フラグ立ちまくってたし、次回過酷になりそう。ドローンが炎上している日本の映像を送ってきたのは復活の日だったな。復活の日も TBS が出資してたんだよな、夏井。しかし今回ラストの絶望感はそれの海外公開版レベル。響きは恋愛フラグにはならないかもしれないけど、一番イサミの性格を分かってる感じなのはこの子だな。響は割とイサミの大人げないところも知ってる感じだったな。恋愛抜きの女友達感いい。前回の肝が軽減された。響は前回の肝とか、イサミと本当に気心知れた仲だからだろね。イサミの子供っぽいところも知った上で、やれやれって感じだったし、スミスにちゃんとイサミがなんで怒っているか説明してくれているのも、今回良かったわ。空軍の連中がやたらとイサミオルーテなんと呼び捨てたのは、あの場が可視感ばかりだったからか。南下先行するって言ってたけど、変なフラグ立たなきゃいいなと思った。気のいい兵隊さんたちのおかげでイサミの気苦労がなんか報われてたのは良かったな。こういう丁寧な描写をされると真面目なのかふざけてるのかわからなくなる作品だよな。油断したよ。こんなシリアス展開が来るとは。登場人物誰が死んでもおかしくない感じになりそう。舞台として先行するは偵察機で偵察前だから中止なったと思うがな。ブレイバーンがタイデスドライブズ戦術教育してたけど、あれ短期に対して複数機でかかる戦法だから未知数の拠点攻略でやるような戦術じゃないし。なんだかんだイサミとブレイバーン良い感じになってきたな。ここは放送中気づかなかったけど、イサミ、お前実は案外根はお茶目なやつなのか。そりゃ1話でスミスにしたいは喋んない方がいいとか軽口飛ばすくらいだし。現場にナビコの方がいたらどうなってただろうか。イサミが元気になってよかった。ブレイバーン登場時に比べて落ち着いてイサミとコミュニケーション取れるの。人との距離感学習してるのかな。ベルが赤ん坊のように分かりやすく描かれてた影で。ブレイバーンが近くにいる限りは東京みたいなことにはならないだろうけど、もしデスドライブスがその他の地域潰しきってハワイに集結したらブレイバーン一人じゃ守りきれないよな。イサミかわいそう展開はなくなったけど、登場人物全員に死亡フラグ立ったな。隊長とか響は戦闘員だからヤバそう。隊長のフラグ今回でマシマシになってるもんな。隊長のフラグ強化されてたな。今回一番好きなのはカレーの食べ方。間違ってはないけどね。俺の中でブレイバーンの好感度が上がった。だが相変わらず口元が気持ち悪いのだった。しかしこのスーツが整備士ちゃんお手製のものとは。東京または日本編は数回やるのかな。ルルの正体意外と引っ張るな。ブレイバーンの変態度が足らなかった。普通にイケメンだったな今回。なんかうまく印象操作されてて怖い。信じていいのかわからん。ルルちゃんゲロインかよ。しかしコメディとシリアスのギャップが激しかった。この話だけだとブレイバーンが普通の主人公ラボみたいに見えるな。初見の人は騙せるやつ。いやよい感じで、しかもブレイバーンも思ったよりお前機を使えるじゃんとかそんなこと思ってたら、あの最後とかこのアニメ人の感情を迷わせすぎるだろ。やっぱブレイバーンはスミスかスミスの子孫っぽいな。いないと話にならんから仕方ないけど、ブレイバーンの意見で決まっていくな。司令官がだんだんリアクション良くなってるのは草。
なんか真面目な侵略宇宙人との戦いものに、そしてよくわからん理由で後回しにされたアメリカ。このペースだと2期ありそうだけど、連結界1クール以上先になるか、バーンブレイバーンに合体するのはいつになるやら。グル敵かもしれないのになんで受け入れられて放免されてるの。普通軟禁では。スミスもイサミもブレイバーンも、スミスっていうのは伏線かな。やっぱし全部混ざるのかな。ブレイバーンはデスドライブス側の裏切り者だろうけど、こっちの偉い人が君は何者かって聞こうとすると、話そらしたり切り上げたりするのがわからん。そこは正直に言った方が信用されやすいだろうに。いやもう東京火の海やっちゃったら、安易にサミーのノリには帰れねえな。もうシリアスものとして見るべきか。前半の俺ら、ブレイバーンは空気ぶっ壊すしキモすぎる。後半の俺ら、ブレイバーンがいないと重すぎるよ。4話はリアルロボット感満載の話だったな。3話まで温度差に風邪ひきそう。これからどうなってしまうのか、ルルちゃんも最後までいるのか、不安だらけだけど面白い。今回は新キャラの女の子も謎のままだし、割と落ち着いていた回でした。そして次回は舞台は東京に変わる感じでしょうか。最後シリアスな感じで終わったけど、これギャグアニメだから、次回は爆笑させてくれることを期待してますよ。戦闘なしのため会でしたが、今までで一番まともな内容でした。なんかもう状況に慣れきってたところに、東京が火の海になってる絶望的な光景を見せつけることで、あ、この作品シリアスだったわってことを思い出させてくれるお話。ロボットに君はまだ人というものを分かっていないと言われるのはなんだか釈然としないけど、イサミと兵士たちとの交流には胸が熱くなったし、東京壊滅というシビアな展開にも引き込まれた。それにしてもスミスに懐くルルが可愛いすぎる。とりあえずブレイバーンに本当にインナーがプレゼントされていた。そして4話になっても未だに何もわからない。勢いで見てしまうんだけど、毎回クスッとさせてくれるのは親切だなと思う。ぐるっと回っていけば朝日とともに日本に向かうのは王道パターンです。援軍がやってきたという希望はついえたが、まだギリギリ踏ん張っていると願いたい。ブレイバーンよ、君が語る次の言葉が知りたい。固く握られた拳を信じたい。笑いどころは外さないながら、ドラマとして感動が染み入る回でした。そしてこれからの展開が王道のロボットものになる予感。本当最高に楽しませてもらえる作品です。でも12話で終わるんかこれ。延長してもええんやで。4話見た後だと世界観一気に変わるな。なんかコメディ要素が入った早急のファフナーって感じがしてきた。あと今後どんなにシリアス展開迎えても締めは半裸の男2人で締めるからなっていう制作陣の意志を感じた。 B パートでいきなり東京が壊滅している映像が出てきて驚愕しました。次は大張監督アニメ的には金装機高オーディアンリメイク版的な展開にもなるのかな。オーディアンは5話で戦場へ出向く人間の苦悩を描いていたので、嫌な予感が、犠牲が。前回に引き続き斉藤義成氏の絵コンテ、リリカルなの葉など、00年代に美少女アニメで大張系作画を描いた斉藤氏が、その蓄積でルルをトリックスターに、平時の舞台のドラマを描くのは見事な采配。勇への感謝が不穏なフラグになる展開も余念がない。ルルが初めて見たものを親のように懐くひなみたい。変形から顔を出すブレイバーンには笑っちゃう。仲間、家族、ゆるさの中に人のつながりを重んじる温かな描写から一転して、東京は火の大会。展開の緩急がはっきりして、たまりません。東京奪還へ、ルルの今後も気になります。誰もいないはずのホテルのバーに入っていったら、人がたくさんいて、最近シャイニング見たばっかりだから怖かった。4話のグローバルホークが降下していくシーンの背景は浦賀水道ですね。右手が房総半島の須崎から立山市街を経て岩井海岸のあたり、左手が三浦半島の城ヶ島から三浦海岸のあたり、須崎灯台の西の海上に敵の塔みたいな母船がぶっ刺さってるっぽい。日常回の最後に絶望をバーン。これこれってなるね。
戦う意味を認識する勇、怒りに燃えるブレイバーン。まるでまともなロボアニメみたいだ。ブレイバーンに人間を解かれるの、なかなか屈辱的だが、アメリカンたちは実際いい人だったな。楽しそうな勇初めて見たよ。次の舞台は、ジャパン、犬。もうね、ここまで勇が不憫すぎたので、この笑顔だけでちょっと泣きそうになる情緒不安定。それもこれも、ブレイバーンの計らいあってのものだね。東京は壊滅状態。そうだった、世界大ピンチなんだった。笑い。勇のパイロットスーツは、ブレイバーン製ではなく、自衛隊、ミユ、特製の模様。スミスは謎の少女ルルに懐かれまくるが、彼女がブレイバーンを、スミス、と呼んだのが妙に引っかかる。まさか本当に、ブレイバーン、未来のスミス説もあり得るのか。ルル本当にスミスから離れないんですね。みんな彼女の髪型で軽く楽しんでいましたね。笑い。ブレイバーンってよくわからない空気の読めない方なのかと思っていたけど、結構周り見ているんですね。エピソードやセリフに元ネタがいっぱい。クリスマスまでには帰れる。元ネタは第一次世界大戦。ブレイバーンで笑ってリアルネタで恐怖。感情のアップダウンの激しいアニメだ。ブレイバーンがホムラちゃんに見えてきた。未来でまどか、勇が大変な目に遭うので、その未来を変えたくてホムラ、スミスが魔法少女、ブレイバーンになって、時間を超えて助けに来る。バン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 ブレイバーン。日本壊滅か。比較的和やかな雰囲気で進行してた話だけど、会話のすべてがフラグに見えてしまうくらい、ブレイバーンの存在以外が絶望的な状況に思える。1クールでこの状況がひっくり返せるのか。ハワイ基地には日常の風景が戻りつつあり、明るい場面も素直に受け入れられる。登場人物のほとんどが困難な任務に当たっているので、交友を深めてもみんな死亡フラグを立てているよう。それでも戦場に臨む人々の姿こそ、この作品の本質かもしれない。勇に笑顔、話を聞かぬロボ、ピピーガーナルル、スミスとの行き違い、重なるディスコミュニケーションも、守った命や家族同然の仲間の絆に救われる1話。その上で突きつける東京の惨状、笑い、友情、危機、燃える展開に本作の凄みを見る。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。